はい、皆さんこんにちは。車の大自然家シノピーです。今回はこの間購入したミニ BMW ミニにちょっと ETC がついていないので、こちら ETC 車載機を購入しました。なのでこれをつけようかなと思っています。で、今回購入したのがちょっと型落ちなんだけど、パナソニックの CY-ET925KD のアンテナ分離型という ETC 車載機になります。で、金額が Amazon でちょっと見たらもう5000円ぐらいで、ETC を取り付けるとき、必要になってくるのがこの車載機を取り付けるのと、あとセットアップと、ETC カードの用意ね。で、このセットアップっていうのがセットアップ用の機械がないとできないので、これは車屋さんにお願いします。僕がやるのはこの車載機の取り付けまでで、その後実際にセットアップしてもらうところ、そこはちょっと映像で残せないと思うので、だいたいいくらぐらいで、どれぐらい時間かかりましたまで撮れればいいかなと思ってます。とりあえず今回はね、この車載機の取り付けになります。そしたらまず中身ちょっと確認していきます。はい、そしたら今回購入したのがこちらになります。で、僕自身ね、この ETC の車載機一回も取り付けたことがありません。なのでどういう風に取り付けるのかもよく分かっていない状態。とりあえずやってみようっていう感じだね。これが ETC だ。こんな感じで、見た目ごくごく一般的な ETC の車載機で、今 ETC2.0 とかもあって、2.0 だとカーナビとかと連動させてもう少し割引を受けられるとか、首都圏に住んでる方は 2.0 の方がおすすめかな。圏央道とかね、そういうところを使うと割引になったり、ちょっと調べてみてください。 2.0 ってやつもあります。で、今回は 2.0 ではない。 OK ね。そしたら取り付け方を簡単に見ていきます。まず内容物、これが ETC 車載機本体で、アンテナコード、これが 3.5 メートルあります。これはすごい重要だから。フロントガラスについてるやつ、あと取り付けブラケット、あとは、結束バンドとネジ、これは電源コード、これも 3.5 メートルあります。そしたら取り付け方、まずアンテナの取り付け位置っていうのが記載されています。中央付近、要はルームミラーのところから30センチ30センチ、これぐらいの範囲で、この高さが10センチ以内だから、目障りにならないルームミラーの裏とかその辺につけるのがベストかな。で、水平面を基準にして20度から50度の範囲に取り付けてください。わかりました。なるほどね、そんな難しそうじゃないかな。あと重要そうなのはここか。車両側金属部、要はルーフになるのかな。そこから20ミリ、2センチだね、離してください。なるほどなるほど。で、気になるのは電源は3本だね。バッテリー常時電源と、あと ACC とアース、それだけになります。で、あとはつくところにつくと思います。仮ね、こういった感じで、あとはもうこのアンテナを取り付けて、あとこの電源を取れば終わり。そんな難しくないと思うので、ちょっと実際に取り付けてみます。はい、そしたら車にやってきました。で、取り付け位置なんですが、今も映っているここに取り付けようと思っています。で、これカップラーね、つけたらね、もう取れなくなっちゃった。このね、サイドを押しながら外せるらしいんだけども、めちゃめちゃ硬い。爪が剥がれるかと思ったので一旦やめておきます。で、取り付け位置はこれだとカード入んないか。ブラケットがあるから大丈夫か。ここにこういった感じだね。取り付けていこう。アンテナの線をここまで持ってくるか。はい、そしたらちょっと見にくいかもしれないんですが、下からの映像で今ルームミラーのところが映っています。で、車検シールの横ら辺にしよっかな。だいたいどんな感じかってやると、こういった感じ取り付けようと思います。で、配線はもう全部この中だね。さあやっていこう。あとピラーを剥がします。仮ね。配線ルートは、この天井を通して A ピラーの中を通して、この足元のところの先ほどの本体のところまで行きたいので、この A ピラーを一回外します。ちょっと硬いのとエアバッグがあるので注意してやってもらいたいかな。先ほどのタイラップが入っていたこの袋、配線止めのフックみたいのもついているので、こういうのを使って止めていきます。じゃあちょっとピラーを戻します。
でこの素材がね結構硬めなのですぐバキッと折れる可能性がある。注意して作業した方がいいと思います。で配線が今このピラーを通ってこの横から今出てきています。でこの奥になんかボックスみたいのがあるのでこれはもうすぐだね。だから一旦ちょっと丸めておいて後でやろうかな。はい、電源の方行こうと思ったんですが、ここのパネルが簡単に外れるっていうことが分かったのでこっち進めていきます。で一応こういった鉄のピンみたいのがあってこれ両サイド止まっているだけなので力ずくで引っ張りました。でこれめちゃめちゃ硬かった。国産車と違ってねこのパネル一つ一つがこの樹脂が硬いから割れるんじゃないかなと思ってすごい怖い。そしたらここも外れるよね多分。はい、一応無事ここのパネルが取り外せました。両サイドが上からのフックで真ん中が下からのフックで引っかかってただけなので綺麗に外せる箇所があったんだね。そんな力ずくにやるものでもなかった。そしたらここに ETC を設置するので、これさえあれば、加工も穴開けもできるのでこれはちょっと室内に持ち帰ります。だいぶ楽になったわこれ外せて。はい、そしたら室内に持ち込みました。でここに一応取り付ける予定、どういう風に取り付けるかっていうとこのブラケットをここにくっつけてちょっと配線は後でどうにかするんだけどもこういった感じだね。この中央付近につけたいなと思っています。でここに取り付けるためにちょっと配線を通さないといけないのでこの辺かな。ここにちょっと穴を開けます。どこにもちょっと配線を通すような穴ないので開けるしかないね。で奥だと覗いた時に穴がぽっかり見える可能性があるので一応上側に開ける予定で、穴は 25mm のホルソーを使って開けるので、だいたいこの辺かな。じゃあ開けてっちゃおうか。ここにちょっと一回開けます。こんな感じでちっちゃい穴をまず最初に開けました。これを開けた後にホルソーでこの穴に合わせて穴が開きました。そしたらちょっとパーツクリーナーできれいにしていきます。中から見るとこんな感じね。このままだと、配線がカタカタいったり、傷がつく可能性があるのでゴムブッシングこれをつけてあげる。で今 25mm で開けたのでこれが 25mm 用のゴムブッシング。ちょっと硬いんだけどこんな感じ。こうすれば見栄えが良くなるとも思う。で中から見た感じこの奥ここにゴムがあります。でカッターかなんか切ってあげてここから配線を通してあげる。いいでしょう。そしたらこのコネクターが取れないからこのブラケットをもうつけちゃう。これ配線通るよね。多分1本ずつやれば大丈夫だと思う。結構触ってるから脱脂しておきます。つけると一旦配線をほどいて配線だけ通しちゃいます。このゴムブッシングのところに穴を開ける。十字とかでいいのかな。穴が開きました。ここに配線を通してこう線は3本でこのヒューズが1個ずついかないと抜けないだろうな。よっしゃー、ここまで来ればもう大丈夫でしょう。こういった感じ。カードも入るね。大丈夫そうだ。取り付けていこう。だいたい手前の方がいいのかな。ちょっと奥すぎるとカードが入れづらいのでこの辺にしようかな。で前のオーナーさんもここに両面テープでくっつけてたっぽいので多分くっつくと思う。両面テープで貼っつけていきます。だいたい真ん中ここがちょっと斜めになってるから正面から見た時にちょっと曲がってるように見えるんだよね。でその辺は仕方ない。ここにします。いいでしょう。落ちてこない。問題ないね。どう？こういった感じ。あとはこれを戻してあと電源取って終わり。で奥穴ちょろっと見えるぐらい。いいでしょう。そしたら戻していきます。はい、そしたらねちょっと時間がなくて日をまたいじゃいましたが ETC このカバーねここにつけたので今からこのカバーを取り付けます。でこの間ちょっとやっちゃったなと思ったのがこのアンテナの線を通していないこれね。なのでこれを先に通して
接続しておきます。やっちゃったわな。これはついたので、電源ね、これも助手席の方にヒューズがあると思うので、この下にちょっと一回出しておきます。こうしておくことで後で配線やるときすごい楽になります。で他の何かにね接触しないようにちゃんと確認して、で不安だったらこの辺にこの配線止め、この鉄のやつ、これをつけておけばある程度ずれないので安心かな。でここはもう閉まっちゃいます。であとはこの配線が邪魔なので、これは邪魔にならないようにこの中でぐるぐる巻きにしてタイラップで留めておきます。でこのタイラップのこの切れ端は後で切っておきます。したらあと残ってるのがこれだね、電源、アクセサリーと常時とあとアース、そんな難しくないのでちゃちゃっとやっちゃいます。はい、そしたらこちらがミニのヒューズボックスになります。でここで一つ問題発生で、輸入車のねこのヒューズっていうのが国産車に比べて 1.5 倍ぐらい大きいヒューズがついています。でこれの線がついてる電源取り出し配線っていうのが量販店とかじゃ僕は見たことない。ネットとかで売ってんのかな。とりあえずちょっと見たことなくて、こっから電源取るのは難しいかなという判断に至りました。なので最終的にちょっとオーディオらへんをいじろうと思います。はい、先ほども説明した通りフューズボックスから電源取るの難しそうなので、この辺を分解してこのオーディオ裏から常時電源とあと ACC、 それとアース、この3本を取っていこうと思います。だから結局ねここもう使わないっつって閉めたんだけどまた開けました。じゃあちょっとバラしていきます。でこの状態だとちょっと抜けないね。ちょっと下の方いじります。このドリンクホルダーのところボルトあるので、これプラスドライバーで外せます。1本2本1個ずつついていますね。そうするとこのセンターコンソールが浮くのかな。じゃあこの手前こっち側も開けないとダメだね。この部分外すのがすごい大変です。このね隙間がなくて、ただ上に引き上げるだけなんだけども、めちゃめちゃ薄いヘラみたいな、養生した方がね傷つかないで済むと思う。こういうのを突っ込んで隙間を作ってあげてのこう上に引っ張る。でここは外れます。で言い忘れてたんですが、こういう電装品いじるときは必ずバッテリーのマイナス端子を外しておいてください。でここもプラスだね。このネジ1本2本外します。そしたらこれがもうこういった感じですごい緩みます。この奥にトルクスがあるのでこれを外します。ダメか。先ほどのボルトをねここ2本外したことによってこのセンターコンソールがちょっと大きくずらせるようになりました。外れた。手前に来たわ。だいぶこれ下に抜くんだ。そりゃ抜けないよ。なんだよ。取りました。一旦この状態でいっか。したら、ここを外せるようになったので、このオーディオのところを除いていきます。オーディオを取りますか。ここもトルクスだね。ネジ4本外して取れるね。いろいろ線が出てきました。綺麗だね。何もいじっていないですね。こういった感じでいいかな。でこの中に ACC と常時電源があればラッキー。じゃあバッテリーをつないでちょっと電源当たっていきます。そしたらアースつないでこの電源テスターで当たっていきます。ちょっと見にくいと思うんだけども、黄色線がこういう風にいっぱいあります。
黄色黒みたいな、こういうのはほっといて、一番確率的に高いのは太い線、この茶色か、あとはこういった赤、来たね。今エンジンがついていない、キーを回していない状態なので、この赤線が常時電源、あとは電気来ないね。なので ACC もあるかちょっと確かめていきます。鍵をつけて ACC に回します。この状態で当たる。白、紫もいけんのかな。この辺もう全部電気来てんな。この白、これ ACC じゃないかな。 OK だね。そしたらこの赤と白から電源を取ろうと思います。赤が常時で、白が ACC。 OK。 そしたらここまで配線も持ってこれそうだね。でここはしょうがないので、エレクトロタップカニちゃんで電源を取ります。ちょっと一回外します。赤、これは常時か。エレクトロタップがついてた形跡だね。これはもともとつけてた ETC かな。でこの白線がこれか、こいつだ。この2本でいきます。はい、そしたらちょっと買い物に行ってきました。で購入してきたのがこれ、エレクトロタップのギボシがついてるバージョン、電源取り出しコネクタっていう名前みたい。これね、これを使ってここから電源を取り出していきます。配線をいじるので、この時はバッテリーのマイナス端子を外しておく。そしたらつけていきましょうか。ここちょっと使ってる形跡があるのでちょっとずらします。でカラス、ウォーターポンププライヤーっていうのかな、これで挟む。よく言われるのはエレクトロタップの接触不良ね。でしっかりついてればずっと接触不良なく使えたりもするので、そこら辺はここの判断にお任せします。僕はエレクトロタップを使っちゃいます。黄色がバッテリーで、こっちで言うと赤がバッテリー。ここに B って書いてあるわ、親切に。これをつなげますと。ちょっと種類の違うスリーブなんですが、ずれることはないと思う。心配なようだったらこっちを変えてあげる、A 門のやつに。でこっちが ACC、 こっちで言うと白線だね。危ねえ、まっすぐ刺さないと今みたいにグイッてなって配線切れる可能性があるので、その辺は注意してくださいと。ここでつながりました。で残りはボディアースのみ。例えばこの配線の中にアースが入っていることがあると。で配線からアースは取らない方がいい。必ず鉄板部分でアースが取れてるかを電源テスターで確認して、アース取れる場所でアースを取る。それが理想かな。はい、ちょっとこの位置からだと見えないと思うんですが、この奥の方のボルトのところにこのクワガタの端子をつけて、アースを取りました。で最初は違うところでこの電源確認をしていたので、アース取れてるかどうかを確認しておきます。光るね、問題ないのでアースポイント OK。 そしたらもう終わりだね。配線の方をちょっとうまくやらんとな。で一回軽く戻します。でさっきアースポイントを確認した時はもちろんバッテリーをつなげて確認してあります。で今そのままつながっている状態なので ETC が動作するかを確認しましょう。この位置でわかるかな。ここに ETC がついています。で鍵を回す。ついたね。セットアップされていませんっていう音声が流れました。でとりあえず取り付けは終わったので、この後、量販店とかETC セットアップネットで調べるとセットアップできる店舗みたいのが出てくるので、それを見てセットアップしに行こうと思います。とりあえず電源は OK みたいです。あとはセットアップ。はい、とりあえずね、ETC の取り付けが終わったので、今からセットアップをしに行きます。でこのセットアップはもうすごい大事、必ずやらないといけないことで、ETC セットアップみたいな感じで調べると、そのセットアップできるところが出てくるので、そこで調べて、問い合わせして、金額どれぐらいなのかっていうのを聞いて、場所によっては予約が必要だったりするね。そういう手順を踏みます。で持っていくものは、これに入ってるんだけど、車検証と、あと ETC の車載機の管理番号。今回の場合はこの説明書に書かれています。
車載機にも書かれてたりするのかな。この管理番号っていうのがないとセットアップができない。なのでこの2つを持っていく。で金額が、だいたいね調べたら3000円前後ぐらいかな、セットアップだけで。なのでお金も持っていくね。車検証と、あと車載機の管理番号とお金で、例えば名義が違う場合、車の名義が、誰かに頼まれましたみたいな感じになった場合は委任状とかが必要になってきます。その辺は、詳しいことはちょっと実際に問い合わせて聞いてみてください。さあ実際にちょっとセットアップどれぐらい時間がかかるのかいこうと思います。すいません、 ETC のセットアップお願いしたいんですけど。はい、ただいま帰りました。とりあえず、セットアップの方終わりました。でセットアップの方はだいたいね20分ぐらいで終わったかな。で金額が3000円ぐらいで、今回はETC の本体車載機の取り付けだったんだけども、この車載機の取り付け、自分でできないっていう方はもちろんねお店でやってもらうことができる。でこれも金額はまちまちだね。だいたいね5、6000円から輸入車とかになるとちょっと高くなったりする。1万円以内では収まるのかな。金額的にはそんな感じで、今回実際に取り付けてみて、配線が ACC と常時とあとアースだけなので、そんなに難しくないです。で重要になってくるのはアンテナ。このアンテナの取り付け位置っていうのが、説明書にちゃんと記載されているので、それを守って取り付ける。それぐらいかな。電源は難しくないでしょ。あとアンテナの位置も両面テープで貼っつけるだけなので、もちろんシールにかぶらないようにとかね、そういう問題はありますが、実際にそんな難しくないと思う。で今回はねちょっと加工をしてあの位置に取り付けたんだけども、ちょっと加工嫌だなっていう方は加工せずに済むような場所、そういうところに取り付ける必要があります。その辺は皆さん自分の車に合わせてその車載機の取り付け場所を決めればいいのかな。でもちろんね自分じゃ難しいっていう人は、量販店だったり車屋さんに持っていけば取り付けてくれるので、その辺は無理しない方がいいと思う。とりあえず、ETC の取り付け動画でした。そうだ、そのセットアップ、これはね必ずやってください。中古車を買ってもセットアップを必ずやる。例えば、普通車を買ったのに前のオーナーさんが、何かね不正をして、例えば軽自動車でセットアップしたやつをそのまま普通車に取り付けてるっていうこともあったりして、そうなると、不正通行で、刑事罰とかになるので、必ずね車を買い替えたらついてたらねセットアップする。で新しく買ってもセットアップする。これは必ず行ってください。とりあえずこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。